シンキングペンシルです。どういうものかいて定義で言われたらね、各メーカーさんからあまりにもいろんなものが出過ぎて、一括で定義しにくいんやけども、一応ペンシルなんやけども沈むペンシル、要するに、これなんか見てもうたら分かると思うんやけど、これダイビングペンシルと同じような形してますよね。パッと見ダイビングペンシルみたいやけども、これは止めるとフォーリングで沈みます。かなり重たいルアーです。なかなか効果が魚がよく釣れるルアーやね。そんな感じで水に浮くペンシルじゃない沈むペンシルをシンキングペンシルと大体言うてます。それぞれアクションはいろいろそれぞれ違うんやけどね、このシンキングペンシルの特徴としてね、水面、中層、ボトム全てこれがお仕事できるルアーということですね。そんなんでこの全部中層も探れて全て探れるんで、これを使いこなすと、使いこなし結構見えないとこで動いたりもするんで難しいですけども、このシンキングペンシルを使いこなすと、オールマイティーとも言えるんで、もうとにかく強い武器、強い味方になります。それから、ダイビングペンシルとか、流行りはポッパーとかそんなんですけど、このシンキングペンシルもぜひとも、熟知した動きを習得してもらったら、青門をヒットさせる近道にどんどん魚との出会いはどんどん大きくなる、そういう可能性を持ったルアーです。シンキングペンシルのね、バリエーションというか使い方、案外これがねみんな使い方が分からへんという人が多いんで、やってみます。キャスティングしてね、水面直下、ほぼミノーが引いてるようなところで、結構こんなんしとうだけでボンと釣れてきます。それで時々一緒、これでフォッと入れたら、ほなこれで落ちてる、フォーリングでもかなりいい仕事してくれるんで、これでパッと落とす、投げて落ちてます。ポロ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 と落ちてます。これなんかこの動き見ててなんかと似てると思わへん？これね、要はエギをやったことある人とかがいてたら、エギの動きと一緒。これがね、イカもやっぱり反応するんやけど、コン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 と私はここよという形は見せて、で、シンキングペンシルの場合そんなに重くないから、ジグなんかよりもっとゆっくりフォーリングしていく。そのフォーリングが見せて存在感をはっきりさせて、ゆっくりしたフォーリングというのはやっぱりなんぼオキアミについてたり小さいベイトにしか反応してへんような魚でも、反応してくれるということやね。初めてフォーリングした時にボンと食うか、水面あたりでガンガンやってる時にカウンターでドドンとくることがよくあります。それとね、あともう一つ、ナブラになってる時にもやっぱりこのシンキングペンシル強いです。ナブラになってる時とか小さいベイトに出てる時、これが着水前にもベール返してしもて、返すと同時に巻きます。この水門をずーっと出していくんやね。かろうじて水門が出るか出えへんかというところ、これでずっと引いてきます。で、時々皆さんも見たことあるかもしれへんけど、小さいベイトの時にはこんなとこで泳いどっても魚は見えへんのに、魚がスーッと移動してたら V 字型の線だけがふーっと見えることってあると思います。あれと一緒、魚も V 字型の線引いたら、このボディを見とうより水面の V 字型の線がずっと引いてるとこネロって出てくるから、これはシーバスのやってはる方なんかやって強いと思う。それともちろん、ナブラがバンバンあるような時で反応しない時なんかは普通のスキッピング、ちょっと早めのこういうスキッピングして、スキッピングだけでバーンバーンと横から来てるのに乗らへんかったら、そこでフォーリング、場合によってはここでベール開いてフォーリングかなり長めにさしてもいい。スキッピングでフォーリング。あとは案外ただ巻きで釣れるのが、昔からあるこのサージャー。このサージャーにも今マグナムというこんなでかいものが出てます。
キャストして、これはジグ並み、ジグミの音も言われてたぐらいジグ並みに飛びます。で沈むんもジグ並みに沈んでいきます。でそれをただほいでこれも綺麗に落ちていく。でただで巻いててもこの巻いてる時にもよく来ます。これだらしない泳ぎやけど S 字言うたら S 字かもしれへんしというとこでアピールがどこにあるのか俺も分からへんねんけど、引いてる時にただ巻きで普通にあんまりファーストじゃなくミディアムでぐーっとこれぐらいで引いててもよくかかります。それが、このサージャーやね。それとこれまるでダイビングペンシルのように見えるけどこれかなり重いです。シンキングです。でこういうものやら、タックルハウスさんなんかも、しぶきのリップのないパターンとか、そんな大きなマグロも相手にできるようなシンキングペンシルも今はよく出てきてます。これなんかはねほぼダイビングペンシルの、水中版やと思ってもらったらいいです。今までちょっといろんなはしょり気味でいろんなルアーの動かし方をちょっとやりました。難しいことも言いました。でそれはただこんな動かし方が初心者の方はあるという頭だけでいいです。それを覚えようとしなくていい。この辺りで終わりたいと思います。これ以上はまた中級編で